빔스로 한번 가볼까 합니다. 飽きのこない本物の男服。なんかそのあの感じいいよな。これちょっと危ないパンツですよ。はい、これ危ないパンツです。販売員みんな持ってます。プラスのはい。パワーですね。ビームスプラスとダブ R のコラボレーション。素晴らしい判断でございます。はい、ありがとうございます。これの方がかっこよくなります。ちょい盛りで20ぐらい。あ、ちょい盛り。シャンブレー調と言いますか。あ、そうそうそう。はい。여러분 안녕하십니까. 아기스타일 아키타카입니다. 이야 아츠이. 굉장히 덥습니다. 일본 도쿄 오늘 날씨 38도입니다. 자, 날씨도 핫하지만 오늘 컨텐츠도 아주 핫한 내용이 될 것 같습니다. 그 이유가 바로 오늘은 바로 뒤에 있는 빔스로 한번 가볼까 합니다. 빔스라고 하면 일본의 패션계를 꾸준히 거의 반세기 동안 이끌어 오신 일본 패션계를 대표하는 그런 셀렉샵입니다. 그래서 오늘 빔스 플러스와 그리고 플러스 빔스 F까지 오늘은 여러분께 어떤 아이템들이 있는지 소개해 드릴 수 있으면 좋겠습니다. 오늘 핫한 날이 될 거예요. 조금 텐션 너무 높나? 높긴 해 오늘. 네. 렛츠고. 자, ということでお店の中に入ってまいりました。こちらいらっしゃるのは桑田さんでございます。ビームスプラス原宿の桑田レッドフォードでございます。よろしくお願いします。桑田レッドフォードさんなんですね。はい。若干滑りましたけど大丈夫ですかね、これは。大丈夫です。大丈夫なんですね。この桑田レッドフォードでやってます。されてるんですね。はい。素晴らしいです。ご紹介する必要はないかもしれませんけども、はい、ちょっと簡単にご紹介していただければと思います。はい。ビームスプラスそのもののコンセプトとして、飽きのこない本物の男服っていうのがまずベースにございまして、その上でアメリカンカルチャーをファッションを通して発信するショップであり、じゃあどんなアメリカンカルチャーかって言いますと、一つはアメリカの黄金時代と呼ばれている40年代から60年代頃にかけてのアメリカの一つのスタイル、お洋服の形であったり、文化背景を通してそれを理解した上で私たちは商品を作ったり、商品のアップデートを重ねて新しい技術を取り入れた上で飽きのこない本物の男服っていうのを体現して皆様に発信しているお店でございます。モダンオーセンティックって感じですね。モダンオーセンティックでございますね。はい。間違いないです。発音が若干良くなりましたけど。ありがとうございます。もう一度いいですか。モダンオーセンティック。ね。いいか悪いかは別としましてですね。はい。今日着させていただきましたビームスプラス。いつもありがとうございます。その色可愛いですよね。可愛いってすごい。はい。可愛い、かっこいい、飽きのこない本物の男で、インディアンマドラスっていうインドの生地のものを使っているもので、夏でも快適なわけなんですよね。バッチリですね。はい。文化背景もたくさん詰まっている一つのお洋服ですよね。これだけでもうぶっちゃけ1時間に取れちゃいますもんね。これ2時間いけます。2時間いきますよね。2時間いけます。ということでここで切らせていただいてですね。はい。早速じゃあお店を見せていただければと思います。ぜひゆっくりご覧になってくださいませね。定価品も、そのシャンブレーシャツ素朴でいいですよね。素朴でいいですね。はい。もう感情が乗っかりましたね、この際。はい。もうビームスプラスのには一つ欠かせないアイテムのうちの一つでございます。ワークっていうカテゴリーってアメリカンカルチャーの中でもファッションにおいては大事なカテゴリーですよね。大量生産されていろんな方の働き方のユニフォームとして着られていた洋服の一つだと思うんですけど、私たちはその無機質さかっこいいよねだったり、なんかその感じいいよなっていうのを一つ体現している一着ですね。桑田さんと喋ってもすごい服がお好きなんだなって伝わってきて、今僕もちょっと興奮します。恐縮でございます。やっぱ生地のこのウェイト程よくコシがいいですね。ある生地であり、その上で表情もいいちょっとネップが入った感じのシャンブレーシャツですけれども、ガンガン洗えばまたいい味出ますね。味出てきますね。ですよね。ボタンのチョイスなんかもこういう素朴なボタンを選んでいて、高級感のあるボタンとかつけるとまた違った顔になるところで、このシャツはこのちょっと簡素なテイスト、チープなテイストのものが一番かっこよくなるので、これを選んでいますね。もしかしたら当時のアメリカっぽいかもしれないですね。そうですね。こういう感じの方が、はい、私たちが本当にかっこいいと思っているスタイルっていうのはこれだったりします。おお、いいですね。一発目から代表アイテムきましたね。これ代表アイテムです。代表アイテム。桑田さん今日すごいセクシーですね。ちなみに。はい、ありがとうございます。もう日本の夏暑いので、これぐらい開けても間違いないで。今シーズンの2024年スプリングサマーコレクションのビームスプラスのおすすめの一着のうちの一つなんですけれども、生地がいいですね、これメッシュにところどころメッシュになっている組織で、もうとっても涼しいんですよね。もう完売間近まで来てしまっているんですけれども、とってもこれもおすすめです。さっきのワークシャツの長袖は一応今シーズンからフィッティングを改めて身幅もこうやって広くなっているもの、前はもう少しだけすっきり
していたんですが、まあ、よりこのクラシックな感じの雰囲気を高めていたり、なんかアメリカンな感じしますね。はい、このアメリカンですよね。これはアメリで、カン。ねステッチも3本バー入ってて、こういうしっかりとした作りになってますね。一応あとビームスプラスってはいラルフ・ローレン、ダボ RL とおはいお仕事も一緒にしていて、これはビームスプラスとダボ RL のコラボレーション。あ、そうなんですね。ダブル L。はいダボですね。ダボですね。はいあダボです。ダボです。はい、アメリカ製のシャツ今ダボ RL ではい生産背景を持ってないということで、はいはい。ないならビームスプラスと一緒に仕事をしてやりましょうっていう、まあ、アプローチをかけて、はいまあ、それが実現した一着なんですね。もうこれはもう面白い。すごくかっこいい一着で、生産背景がない中で工場を探していただいたりした上で意見交換しながらこう製品化にした、まあ、本当夢のような一着ですすね。ごいですね。とってもかっこいいですよね。これちょっと燃えますね。なんかちょっと熱くなりますね。タックスフリーをはいされて49,000円でございます。これかっこいいですね。色合いもこちらのもちろんプラズもかはい、っこよくてですね、こっちはワークで、こっちは、まあ、いわゆるミリタリーといいますか、これをアメリカ海軍ベースのデザインのワークシャツなんですけれども、こっちも2色取り扱いがあって、やっぱりシャンブレーシャツってアメカジ、アメリカンカジュアルには欠かせない欠かせない一つのキーアイテムだと思いますので、で1個2個じゃ足りないですよね。はい、家に20ぐらいありますよね。 20ぐらいあります20よね。ぐらいありますね。本当にあると思ってらっしゃるそうですね。若干控えめに言って多分20かなと思いますけど。そうですね。いや、ちょい盛りで20ぐらい。あ、ちょいもはいそんなちょい盛りそんな正直じゃなくて大丈夫です。ああ、なるほど本当にシャンブレーって1個2個じゃ済まないんですよね。そうですね。1個2個では済まないです。済まないですよね。もうちょっと20個多すぎるかもしれませんけど、そうですよね。バレましたよね。もう一つこのワークで言ったら欠かせないのはやっぱこれじゃないですか。あ、はい、ヘンリーネック T シャツですね。これカラーバリエーションちょっと見たことない色がいろいろありますね。これクリームソーダ色ではなくて、これサックスって、まあ、私はクリームソーダ色って呼んでますけど。確かにクリームソーダ色ではありますね。ですよね。で、これもイエローって書いてありますけど、これもレモンイエローとか言っあて。ちょっとプラスするんですね。そうです。それがビームスプラスのプラスですかね。それ僕だけです。あ、そうですね。桑田さんプラスということで。はい。ファッションもやっぱ一つベーシックなものからの一歩変化を加えると楽しいですよね。この色珍しくないですか？珍しいです。ですよね。ここら辺がやっぱこういう、はいこう、素朴なそうですね飾らないかっこよさとかがありますよね。これには、まあ、その中でちょっと変化を加えたりするために色をプラスするっていうのはとっても楽しいことだと思います。面白いですね。あとレイヤードでもう本当今日の私だとあ、バッチリ本当はこれ中に入れてもいいんですよね。ブルーとブルーでちょっと色合いが違うカラーグラデーションをスタイリングの中で取り入れたりするととってもおしゃれに見えたりするので、まあ、私はちょっと肌だったんで今日は、まあ、日本の夏って暑いんで今日はちょっと若干セクシー路線ですもんね。そうなんですよ。ちょっと YouTube 出れるっていうことでちょっと色これはもしかしてセクシー路線かなっていうあ、そうですね。素晴らしい判断でございます。はい、ありがとうございます。当時のものをちゃんとこう生かしながらもプラスならではのアプローチをされてるのがなんか伝わってきますね。そう言っていただけるとすごく嬉しいです。ここら辺ちょっと見ていいですか？ここもいいですよね。ここもいいですね。そのベストも素朴でかっこいい部類に入りますよね。はい。まあ、素朴で飾らない感じのスタイルが、まあ、ユニフォーム感もあり、ほとんどのお洋服がこうヴィンテージのお洋服からデザインを取ってたりするんですけれども、まあ、今日エレガントなトラッドスタイルっていうところにわざとやぼったいもの、飾らない感じの素朴なものを加えて、何をどこ？まあ、ちょっとわざとシワとか入れるとそうですね。ちょうど胸のあたりをキュッされたんでドキッとしました。すみません。これはあとワンサイズ下げてたいところではあるんですけれども、これ今 M ですよね。はい、僕ら S ではちょうどいいですかね。はい、こういうワークベスト、ジップベストとかこういう洋服が古着屋さんで出てきたとしますと、さらに無機質な表情で重いものだったりするんですけれども、生地が厚いですよね、はいもっと。ビームスプラスのものですとちょっと普通のいわゆるダック地と違くてシャンブレー調といいますか、玉虫色っぽい表情が出るように生地をこれ作っていて、さらに柔らかい生地着心地に仕上げたかったので、まあ、2度無加工なんていう、まあ、叩いて揉む加工みたいなのがあるんですけれども、こう柔らかい仕上がりになっていて、これはそのヴィンテージショップとかでは売ってないよねっていうのと、軽くて柔らかいですね。いいですよね。なのでクラシックでいいものを現代的にアップデートしてって、ちゃんとおしゃれなもの、おしゃれな。これ素朴なだけだとそれってもう逆に古着だけでよくないとかになっちゃうので、古着も好きだし、その上で今本当にさらに着たくなるものっていうのをこう実現している一着のうちの一つだと思います。
でこれ下セットアップです。セットアップというか、まあ上下で着れるんですか？はい、フルレングスも用意がありますし、こう着れるんですね。ちょっと今季節柄ブルゾン店頭に出していないんですが、はい、本当は長袖のハンティングジャケットも本来はご用意がございます。セットでもいいですね。かっこいいですよね。かっこいいですね。お、いいですね。なんかこれでここで例えば白のキャンバススニーカー、いいですね。持ってきたりとか、こういうのを素足で履いたりとかすると、まあ、爽やかにも見えたりしてやぼった印象はさらになくなると言いますか。これは何ですか？これはですね、ビームスプラスがアメリカのスペリートップサイダーに別注したスニーカーです。このコレクションはですね、おしゃれ。もう本当にかっこいいです。かっこいいですね。これビームスプラスの販売員みんな持ってます。ああ、そうなんですね。シンプルに素朴でかっこいいからなんですよね。いや、ビームスプラスの要素がもう全部入ってる感じ。これ詰まってますね。詰まってますね。ヴィンテージの復刻といいますか、これなんかはこうもう当時ミリタリーにこのスペリートップサイダーさんが卸していたデザインを取りつつ、こっちはちょっと待ちばきのデザインみたいな感じだったり、大戦中のアメリカだったりとか、まあ、そういった時代背景もうっすら感じさせられるようなストーリーを込めて一応製品化していて、で全部ちょっと欲しくなりますね。何でも使えます。使えますよね。ブルー系はこれだし、本当にそうなんですよ。ちょっとブラウン系合わせるならこれってなりますからね。今日どれ履いても様になるぐらいで、しかもブランドネームとかも実はこの中のステンシルだけ履き込んでいくうちにわざと消えちゃってもいいように、なのでそうするとミリタリーへの供給品っぽい雰囲気になるよねなんて言ったりして、わざと普通のロゴを残したくなるものですけど、逆に消えるようにされてるわけですね。そういうストーリー好きであり、でさらに、まあ、こういったところに中にゴムをつけて紐なしでスリッポンみたいな感じで履けるここですねようにデザインしています。だから紐をこのままの状態で脱ぎ履きがしやすいという感じですね。そうですね、それもありますし、紐全部ほどいてシューレースなしの状態で履けます。まあ、いわゆる、まあ、上履きみたいな感じで。そうですね。ちょっと表現あるかもしれませんけど、はい、履きやすくイージーな感じもリラックススタイルみたいな感じで演出ができるので、これ面白いですね。かっこいいですよね。かっこいいです。これおいくらですか？1万3200円ですね。1万3200円でございます。ビームスプラスさんの奥のちょっと行かせていただいてよろしいでしょうか。はい。メガネとかまでニューヨークのモスコットとコラボレーションしているものまでもビームスプラス用意がございます。あ、見ていいですか？もちろんでございます。モスコットとのコラボレーションですね。はい。アジア人に、はい、でもかけやすいものとして型から作ってもらった一着で一本でございますね。いや、僕もヴィンテージメガネ好きで、はい、結構やっぱ集めてるんですけど、持ってるんですけど、やっぱり難しいですよね。ちょっとそうなんですよね。鼻盛りだったり、ここのあたりブリッジのあたり修理しなきゃいけなかったりするので、やっぱアジア向けにフィットされてるっていうのはかけやすいですよね。かけやすいですね。これがレムトッシュプラスと呼ばれるモデルに仕上げています。レムトッシュプラス。はい。こういうクリングスアームって呼んだりもしますが、鼻パッドとかいろんな呼び方がありますが、はい、レムトッシュにこれをつけるっていうのはビームスプラスのアプローチからこう生まれてたりするんですけれども、本来はこれじゃないですもんね。そうですね。本来はこれじゃないです。そうですよね。サイズ49のもので、まあここ長さが長いんですけど、これはサイズを大きくした分、ほんの数パーセントだけここ幅を大きくしてます。あ、そうなんですね。そこまでやるかっていうこだわりの詰まった別注で、サイズ46に関しては大きくする加減を数値変えてます。いやー、同じ数値ずつ大きくしたら結局それって単純じゃん。単純じゃん。単純でもいいんですけど、いやそれが美しかったりもするんですけど、一歩踏み込んでこだわって作ったのがこのメガネですね。これがプラスのパワーですね。すごい、そんなこだわりが。これがグレーですね。グレー。あ、これしっくりくる。いいですね。これ46でございます。これ46のサイズでございます。やっぱこのフィット感がすごいいいわ。一致的いいですね。これカラーレンズがいるのかっこいいですよね。かっこいいですよね。かっこいいんですよこれ。モスコットをビームスプラスさんの力でちょっとこうまたグレードアップされた感じのメガネがございますので、ちょっとこのまま行かせていただきたいんですけど、申し訳ないので。どうぞ。恐れ入ります。すみません。失礼します。楽しいです。小田さん本当にご丁寧にご説明いただくのでありがとうございます。大変恐縮でございます。声がちょいちょい変わられますけど、それはいいんですね。これ大丈夫です。これ大丈夫なんですね。やっぱこう演出ですよね。いやですよねと言われましても、ここら辺ちょっとなんか気になりますね。
かっこいいですよね。なんかミリタリーライクな感じですね。はい、もうまさしくデザインのソースもそこから取っているんですけれども、ステンシルもちょっと裏面には入れたりして、かっこいい。そういうヴィンテージライクなムードを抜群にこう高めているわけですけれども、そうですね。で、使い込んでいってここの真鍮の部分なんかがもうちょっとくすんできたり汚れてきたりするとさらにかっこいいというところを、新品でご自身で育てていけるっていう楽しさもあると思います。こんな感じになるってことですか？そうですね。あ、かっこいい。これいいですね。これは7000円でございます。これもかなり人気です。はい、ちなみにすみません、パンツは、はい、これビームスプラスのジーンズで、はい、ちょっとご紹介させてください。いいですか？持ってまいります。先ほどからすごい目にかっこいいなと思いまして。今履いているのはこちらです。僕も声変えた方がいいですかね？もうやってみましょうか。ビームスプラスの5ポケットワイドデニムでございます。こちらでございます。こちらでございます。こちらでございます。というところで何がポイントかと言いますと、程よくワイドなシルエット、はい、でこの素朴な良さです。でこれ履いた瞬間、これ欲しいってなる確率がびっくりするぐらい高い。試着までいったらかなりの確率で買っていただける。私自身もこれ最近実は買ったんですが、はい、他のスタッフがみんな試着しては買っていて、履いたら本当に生地肌触りいいし、このやっぱ凹凸感、なんかやっぱムードいいんですよね。生地のデニム生地の。いや、さっきからすごいかっこよくて、これいつどのタイミングでお伺いしようかなと思ってたんですよ。ギラギラしてないかっこよさを本当しっかり体現できている。後ろ見させていいですか？はい。ちょっとこうワイドで気が抜けてるけどかっこいいみたいな。かっこいいですよね、シルエット。こっちはブラックデニム、こっちはインディゴ。いわゆるアメリカの古着マーケット風に言うとストアブランドのジーンズのスタイルを、参考にして作った一本でございます。これ着たらちょっと本当に買ってしまいそうですね。これ不思議なんですよ。これかっこいいんですよ。これちょっと危ないパンツですよね。はい、これ危ないパンツです。名だたるいろんないいブランドのジーンズとさりげなくしっかり肩並べて違う存在感を放つかっこいい一本でございます。おお、すごい。しかも18000円。本当におすすめです。嬉しいです。ここ反応していただけて。撮影終わってから着させていただくかもしれません。試着してください。ちょっとトラッドなコーナーになってきましたね。やっぱりこの欠かせないのはゴンブレじゃないですか。はい、ビームスプラスのもう代表的なアイテムの一つですね。この IB プレッピーに欠かせない欠かせないですね。ビームスプラスとしては IBって大事なコンセプトのうちの一つになりますので、ちゃんとこの三つボタンの段階入りというか、そうですね。そうですね。弁当がちゃんとはい、センターフック弁当で、これはパッチポケットのスタイルというところで、でこのボタンがこの怒りボタンなんですね。そうですね。やっぱりこういうユニフォーム感っていうのは一つ大事なディテールのうちの一つだと思いますので。なるほど。これはもう必需品と言っても過言ではないですよね。はい、これは必需品です。必需品ですよね、これは。こういうコーデュラナイロンなんていうのを生地にこうブレンドさせている生地をチョイスしてよりこう屈強な仕上がりにしていることと、オールシーズン着れるウェイト感の一着に仕上げているというのもすごく嬉しいポイント。嬉しいポイントですね。はい、やっぱりちょっと気になりますね。僕こういうの好きですね。やっぱりシアサッカー爽やかでいいですよね。シアサッカーもビームスプラスですと何種類か用意してありまして、上下ですか？はい、上下どの生地のものでも揃うようにご用意がございます。ショーツまであるんですよね。そうですね。これロングでこれショーツですね。おしゃれ。さらには今シーズンからご用意しているモデルになりまして、ボックスフィット。ボックスフィットのジャケット。これ素材なんですか？いわゆるこれもサッカーですよね。シアサッカーのうちの一つです。シアサッカーストライプのちょっと変形ですよね。なるほど。本当にこう60年代前半のアメリカであったり、大衆医療を彷彿とさせるようなボクシーなシルエットがすごく一つ特徴で、このフォルムですよね。この飾らない感じすごくかっこいいです。これも本当アメトラ感がすごいですね。アメトラですね。S でも本当は着れますですよね。多分これ今 M 着てるんですけども、ちょっとすごく特徴的な一着、今シーズンからご用意している一着ですね。でこれなんかもビームスプラス、これも今シーズンから商品名がビームスプラス IB、ワイドトラウザーズなんていうところなんです。もう名前からしても IB なんですね。太いです。昔ながらの IB にもいろんなスタイルがあって、ナローなスタイルの IB もございます。これはワイドな IB
ですね。これとこれでセットで行きたいですね。これはセットで着られた方がいいですね。はい、靴だけスニーカーで外したりとか、いいですね中ポロシャツにしたりとか、さまざまな着こなしアプローチがあると思いますので、これもおすすめなんでございました。ここが一番一つビームスプラスのトラッドを語る上で欠かせないもの。欠かせない BD シャツ。はい、20年以上、売れ続けている一着といえばいいでしょうか。すごい。もう定番品、変わらない本物の男服っていうのはこういうことだっていうところですよね。はい、身幅のシェイプが効いていない、程よくストレートなボクシーな形ですが、こうアジア人体型にかなりマッチしやすい、日本人体型にマッチしやすい形で取っていて、結構アメリカの伝統的なやつってすごいですよね、ここの幅が。そうですね、もう大衆医療よろしく感が、ね、あれがかっこいいので、私たちもそのイメージを持ちつつちゃんと日本人体型着れるもので、襟も小ぶりな理由はこのスタイルのデザインのソースにしたヴィンテージのアメリカのシャツが60年代前半モデルだったというところで、その当時ってネクタイが細いスタイルが流行だったわけなんですけれども、それをサンプリングしたからこそちっちゃいっていうのもあり、小さい襟のメリットとしてはカチッとしすぎないので、今ちょうど着ていただいているものもそうなんですけれども、なんかさまざまなシーンで何気なくこうカチッとしすぎずも着れるし、カチッとさせようと思えばさせれるっていうのが両方いけちゃうところであったりします。でしかもこのさりげなくここプラス。そうですね、このディテールなんかもヴィンテージのそのサンプリングしたシャツもそのブランドのものは H って入るんですけど、ここそれをオマージュしてプラスっていうのをこう入れています。ここもプラスって入ってますからね。はい、実は着る前にそれを見るといいシャツ着てるなって着る前に思える一つの嬉しいディテールだと思います。こういうのも重要ですからね、ちっちゃいようで。重要ですね。重要ですよね。精神的に大事なんです。精神的に大事な。補強でもあるんですけど。そうですよね。実際はね。先ほどのコンプレと同じですけど、必需品ですよね。これ必需品でございます。必需品で、何着あってもちょっと足りないぐらいな。足りないですね。特にこの白のクソードはビームスに入りたてのスタッフとか、本当まずみんなこれ買ったりしたもんで、1,2 年後にだいたい襟すり切れそうにもうガンガン着るので、襟が破れる直前になった頃にはこのシャツ他の3万円とか4万円するシャツとかよりもこれの方がかっこよくなります。いいですね。やっぱりですね、オックスフォードのシャツっていうのはすり切れる前が一番かっこよかったりするなんて言われますけど、これは特にいいですね。特にそうなんですね。やっぱ使ってる生地がシンプルに一言でいいこと、これぐらいのウェイトのシャツが擦り切れそうになる時の生地が痩せた時の表情は本当にどんなヴィンテージにも勝るんじゃないかなっていうのが、もう長年いろんなシャツ私もガンガン買ってきましたけど、擦り切れる直前はこれが一番かっこいいです。これが一番かっこいい。はい、おすすめでございます。擦り切れる寸前がもう金メダル。金メダルですね。金メダルですね。全抜きで1万円ですね。全抜きで1万円。いいですね。のシャツがチャンピオン取れます。チャンピオン取れますね。はい。全色いけますね。もう5色ありますけども。はい。なんですけど個人的に擦り切れる直前かっこいいランキングは白が1位ですね。そういうランキングがあるんですね。あります。初めて買う方はもう白が一番もう断然もうおすすめってことですね。そうです。これ難しいところです。難しいところですね。初めては好きな色。ちょっといかれると思ったんですけど、そうではないんですね。好きな色買いました。さあということで今日はビームスプラスもうちょっとたっぷり見させていただきましたけども、桑田レッドフォード、桑田ロバート・レッドフォードさんでした。あの方はもう大変ハンサムですので、私はもうあくまで桑田レッドフォード。ぜひビームスプラス日本に来られた際は来ていただいてですね、桑田さんに秋津さん見てきたという人はもう熱い抱擁、もしくはチューもしてくれるかもしれません。嫌がられちゃうかもしれない。もうカインドなマインドを忘れずに。いいですね。カインドなマインドでいいライン。はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。また結婚させていただきます。いつでもお待ちしております。감사합니다。ワンダフォー。ありがとうございました。